はい、どうぞお待たせいたしました。こんにちは。ようこそ。結構あっさりめでコシがあって、ここが一番美味しい。よくうどんっぽいって特につけ麺なんて言われるんですけど、そのうどんの時の経験を生かしてラーメンのスープと組み合わせると美味しいだろうなって。これは何なんですか？これ仕込み表なんですよ。まあ右が種類であって、今日はこれしますよというような。まあ全然、まあこれも。今やってるチャーシュー何日分なんですか1.5 日分ぐらいですね。5、60キロ。ロースバラ半々ぐらいですか？今は冷やし中華が結構出ますんで、はい。で冷やし中華はバラしか使わないんですよ。バラがだいたい7割、3割がロースですね。まあ今売上構成の半分がつけ麺と冷やし中華なんで、まあスープはあんま使わないっていう感じですね。直近で一番忙しかった日で何杯ぐらい出たんですか？300杯ぐらいしたんですね。？300杯。はい。この箱でね、11席で300杯やったら30回転ぐらいしないと。そうですね、しますね。しますね。
限界が。いやだからポイントはもう今かなりお忙しいと。去年の最高記録が、はい、確か850ぐらいですかね。850。うん。で今月は多分最高記録なんですよ。ここ今月は多分1000超えるんですよ。おお、はい、どのぐらい売り上げがあるんですか？これはチャーシュー揚げるんですか？そうですね、チンタン、豚のこのお湯あるじゃないですか、これをまた別で取ってまたスープに入れることによってよりこの味の複合的な要素を出してると。こっちがラーメン、はい、こちらが冷やし中華と、つけ麺と混ぜそば、この3種類はこちらで、普通のラーメンは左側ですね。2種類なんですか？バケツからいったのが、継ぎ足し系もずっと使ってる感じで、それだけだと、色でやったら味がちょっと薄くなるんで、皿の、ちょっと足すという感じです。はい。奥詰めでお願いします。はい、どうぞいらっしゃってね。結構長いから、ちょっと僕も売り上げも上がってるんで、ちょっと難しくなったんだろうね。チームが一応変えるんですよ。はい、どうぞいらっしゃって。次が9やな。これ1番様回ってください。はい、第1番様第、はい。お待たせいたしました。こちら冷やし中華シキラスク大盛りですね。ごゆっくりどうぞ。
りがとうございます。お料理提供後言ってください。はい、じゃあ前から失礼します。どうぞ。ありがとうございます。今日は冷やし中華のシュキラシクっていうやつです。夏になったらこれ食べに行きます。あ、そうなんですか。毎年恒例。はい。インスタとかで見て、あ、この季節になったなと思ったら来ようと思ってます。何が気に入ってこう。あと冷たいラーメンが好きなので、でそれでいろいろ食べてるんですけど、ここが一番美味しい。はい、これもつける。はい、こっちや。四角いな。塩ラーメンこちら抜き分けます。はい。こちらですね。どうぞ。はい、おはようございます。はい、ホワイト醤油です。はい。昨日の僕の結婚式でその最後に集まってた、メンバー二日酔いのやっぱ次の日は麺行きたいよなは、鶏白湯の醤油、普通だったらいつも塩頼むんですけど、ちょっとお店に入った時にちょっと濃い匂いがしてめっちゃ美味しそうやなと。お気をつけくださいね。こちら、パンで塩ラーメンワンタンのキグです。お店よく来るんですか？いや、ここは初めてです。あ、初めて来られて。冷やし中華シュキラシクっていうやつです。何で知って来られたんですか？インスタか何かで見て、はい。いろいろラーメン屋回ってるんで。あ、そうなんですね。麺が美味しいです。あ、麺が。はい。うどんに近いというか、和風というか。そうですね、結構あっさりめで、麺も自家製麺みたいな。結構太めの麺なんですかね。太めですね。ツルツルで、もちもちで、美味しかったです。コシがあって、喉越しも。なんか自家製麺みたいですね。あ、そうなんだ。はい。一つの麺折りたたんで2層になってるんですか？今。そうですね。いわゆる複合っていう作業です。これが。で伸ばしてようやくカットに入るんですかね。そうですね。今日初めて来られた。初めて冷やし中華どっかいいとこないかなみたいなネットで見てここ出てきたから。いらっしゃいませ。美味しかった。割と和風な感じで、なんか思ってた中華とはちょっと違うかった。でも麺はもちもちしてて美味しかったです。麺が結構しっかりしてるから満足感もあって良かったかなっていう感じです。お食事の後、メニュー見られたと思うんですけど、もう次回はありそうな感じでしょ。メニューの後ろにキムチ無料で食べれますみたいな感じだから、ちょっと頼むの忘れてたな思って、もっと早く気づいてたらよかったなとは思いましたけど。キムチは無料なんですか？キムチ無料です。はい。はい。3番席様お願いします。3番さん。
待たせいたしました。これ冷やし中華シュキラシク大盛りですね。どんどん並んでる列の注文を聞いていってそうですね。とはいいうのは、はいこのつけ麺とか冷やし中華って7分なんですね。でちょっとぐらいは置けるんですよ。うんなので提供がすぐ早いっていうのがありますね。はい。冷やし中華麺がツルツルでシコシコで美味しかったです。とろろ準備しといて。お店結構仲いいんですか？いや、そんなまだ半年ちょっと。貫禄あるか。ありがとうございます。はい、どうぞお待たせいたしました。こんにちは。ようこそ。またお待ちしております。ありがとうございます。創業がね、2020年の、6月20日ですね。うどん屋とかラーメン屋さんを数店舗経験させてもらった感じですね。20代中盤ぐらいからよくうどんっぽいって特につけ麺なんて言われるんですけど、それはそのうどんの時の経験を生かしてああいうもちもちした麺をラーメンのスープと組み合わせると美味しいだろうなって思ってたので。これ、さっきつけ上がりますね。お待たせいたしました。冷やし中華シュキラシクの。向こうはもうあれですね。田中町あたり。はい、どうも。
ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。とろろと明太子、梅。失礼いたします。お待たせいたしました。はい、どうぞお待たせしました。マヨネーズトッピング。はい。初めてではないなんかさ、冷やし中華を私は待ってて、やっとちょっと前に始まったんで、今年2回目なんですけど、もう美味しくいただきました。マスさんがここのお店の創業してから一番のランチ今日がランチの来客数と売り上げが一番でしたね今日。屋号がね、ものすごい変わってるじゃないですか。そうですね。はい。もうこれがね、僕の一番のこだわりで、3人子供がいてるんですけれども、下の子が末っ子の長女で、喋りたてぐらいかな。子供の時って好きのことをこう好きってちゃんと言えないじゃないですか。でその時にパパ手記パパ手記ってよく言ってくれてて、でその手記っていうワードがもうずっと僕の頭の中に残ってて、自分でお店やったらその手記っていうのを屋号に使おうって決めてたんです。小さいお子さんを敬遠するようなラーメン屋さん多いと思うんですけど、ごいちとか言ってこう食べに来てくれてるのをね、その厨房から見てると美味しいです。ああ、よかいいな、やっててよかったなとか、なんかそういう気持ちになりますね、ほんまに。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。